皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。小籠包の絵が途中までできています。どうでしょう？美味しそうですか？絵を美味しそうに見せる要素が3つあります。それは色、密度、名前です。名前？どういうことでしょうか？絵ができていく過程とともに説明します。美味しそうに見えるということは人の脳に深く関係しています。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まずは下書きから描いています。ブラシは鉛筆。では、絵を美味しそうに見せる要素その1、色について。料理や食材の色は一般的に温かみのある色がほとんどです。赤、オレンジ、黄色、茶色、緑などは食欲増進色と言われ、それらは暖色系の色です。これらの色を引き立たせることによって私たちはさらに美味しそうと感じます。例えば赤身の刺身にシソの葉を添える、ステーキに人参やコーンを添える、緑色のサラダにトマトを加える。赤と緑は補色の関係にあるので両方の色を引き立たせる効果があります。線画を描いています。ブラシは鉛筆。一方で人は基本的に青い色に対して食欲が湧かないって知っていましたか？青いお菓子やスイーツはたまにあるけれど、青い食べ物を見て美味しそうとは思わないですよね。青い麺とか青い肉があったらどうでしょうか？全然美味しそうじゃないですよね。青い色の食べ物は見た目は面白くとも美味しそうとは感じない。なぜなのでしょうか？色の下塗りをしています。ブラシはマーカー。青い色の食べ物を美味しそうに感じない理由。これは自然界にある食材に青いものがほとんどないからと言われています。野菜、肉、魚の身、果物などの様々な食材。これらの中には青い色はほとんどありません。食材として青を見ることなく進化した私たちは、青という色に食欲が湧かなくなったのだと考えられます。つまり、青い食べ物を見ても脳が食べ物ではない、美味しくないと勝手に判断するんですね。食べ物を美味しそうに見せるには、暖色系の色を際立たせ、青系の色を使わないことが大切です。書き込みをしています。ブラシは鉛筆とマーカー。絵を美味しそうに見せる要素その2、密度について。食べ物の絵を描くときに大切になるのがその密度です。食べ物の絵を見たときに私たちの脳はいくつかのステップを踏んで美味しそうと感じます。例えば今描いている小籠包。小籠包の絵を見る。これは小籠包だと認識する。自分の記憶の中の小籠包を思い出す。美味しかったことを思い出す。美味しそうと感じる。つまり絵を見て美味しかった記憶につながることで美味しそうと感じるのです。しかし絵の密度が薄いとこの流れがうまくいきません。この小籠包を見て美味しそうとはあまり感じませんよね。小籠包だと分かっていても美味しそうとはならない。それは自分の美味しかったという記憶にたどり着いていないからかもしれません。一方、このように絵の密度が高いと美味しそうに見えますよね。美味しそうと感じる脳のステップを一瞬で踏むことができます。絵を美味しそうに見せるには、なるべく絵の密度を上げて描くことが大切です。絵を美味しそうに見せる要素その3、名前について。名前ってどういうこと？という感じですが、つまり美味しそうなネーミングです。これまでも言ってきた通り、美味しそうと感じているのは私たちの脳です。料理の名前という情報によって脳の働きが左右される。そんな実験が行われました。A グループと B グループに分かれ、それぞれに同じ食材を使ったポタージュスープを提供。全く同じ食べ物ですが、名前が違いました。A グループには低脂肪ごぼう健康スープ。B グループには鯛の出汁たっぷりポタージュ。結果は A と B の感想が全く違ったそうです。A グループは味が薄い、薬のような味がすると不人気。一方の B グループは後味が良かった、優しい味だったと大好評。A グループの満足度は 60%、
それに対して B グループの満足度は 87%。料理の名前を美味しそうにするだけでこんなに違いが出ました。料理を美味しく感じるには名前が重要ということがよくわかります。これは料理の絵にも同じことが言えるかもしれません。では完成した絵に美味しそうな名前をつけてみます。香ばしい肉汁あふれる小籠包。どうでしょうか？なんだかさらに美味しそうに見えませんか？美味しそうに見せるために料理の絵にわざとこんな名前をつけるのもいいかもしれませんね。脳はそういう情報を食べて美味しさを感じているとも言えるかもしれません。もし今回の動画が面白かったら高評価ボタン、応援してもいいよという方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。